今回の動画では新たに実装されたオペレーターリーノの性能や運用方法、おすすめの武器や防具、編成などを紹介解説していきます。リーノの通常攻撃は最大5段の電磁ダメージを与えるというもので、銃攻撃が発生するまでの時間は 2.9 秒程度とかなり早めの部類。そのため通常攻撃自体は操作適性はかなり高いのですが、リーノは戦技中は攻撃や回避が一切できなくなってしまうので、自走作キャラとして用いることはまずありません。戦技は発動後即座に周囲の敵に電磁ダメージを与えてライブモードに移行。ライブモードは再度戦技を発動するか1分経過するまで継続し、ライブモード中は周囲の敵に10秒ごとに電磁ダメージを与え、味方は最大 10% の攻撃力上昇と3秒ごとに HP を回復するという効果。さらに素質1の効果によってライブモード中は範囲内にいるオペレーターの回復効率がプラス 20%、受けるダメージがマイナス 20% されます。ライブモード中のリーノは通常攻撃及び回避の入力を一切受け付けず、ダッシュもできないので移動しかできない状況となります。自動攻撃は10秒ごとに行ってくれますが、ライブモード中のリーノは完全なサポートキャラに切り替わり、リーノ自身の火力はほとんど期待できません。その代わり発動に必要な SP は25と通常の戦技の4分の1の SP 消費で発動ができ、手動停止させない限りはライブモードは1分間継続するため、長期戦にならない限りは初動に戦技を発動させた後はほぼ放置でよく、 SP 管理を圧迫せずにバフとリジェネをばらまくことができるというのがこの戦技の長所と言えるでしょう。なおリーノの戦技は発動と同時に敵への攻撃が発生する関係上、戦闘開始前に戦技を発動しておくことはできないので、在避の戦技のように戦闘開始前に戦技を発動させて SP を節約するといったことはできません。また戦技には独自のクールダウンが設定されているので、発動に必要な SP の低さを生かしての戦技連打といったこともできません。まあアーツ付着が発生する戦技ではなく、火力もそこまで高いものではないので、仮に連打ができたとしてもそこまで有用な運用方法というわけではありませんが、連携技はリーノがライブモード中に敵にアーツ以上を付与するか、敵のアーツ以上を消費すると発動可能。敵に電磁ダメージを与え操作オペレーターを治療、リーノの必殺チャージを回復するという効果。リーノの戦技は先ほども紹介した通り、一度使用すると1分間は発動しっぱなしの場合が多く、事実上戦技では必殺チャージを回復することができないので、連携技での回復がメインとなります。そのため連携技のメインはリーノの必殺チャージの部分にありますが、連携技は素質2の効果によって連携技発動後30秒間は電磁または自然属性のオペレーターが戦技を使用すると SP を10変換するという効果も有するため、連携技1回につき10の SP 変換が見込めるという形。連携技は最短で8秒に1回発動できるため、最速24秒でリーノの戦技発動分の SP 消費は変換できることになります。むしろ戦技1回の発動時間につき最大で7回まで発動できるので、最高効率で連携技を回せば SP45 のプラス分が返ってくるという事実上の SP 回復キャラとしても扱えるでしょう。必殺技は発動後、リーノはパフォーマンスモードに移行と同時に敵に電磁ダメージと関連を与え、チーム全員の攻撃力が上昇。さらにリーノの意思の数値に応じた電磁増幅と自然増幅を付与。必殺技継続中は継続的に敵に電磁ダメージを与えて味方を治療。必殺技終了時、範囲内にいる敵に攻撃1回分の3倍の電磁ダメージを与え、さらに味方は回復1回分の3倍の回復を行うという効果。必殺技は言うなれば戦技を強化したような内容で、挙動こそは異なる部分はあるものの、特にバフ関連は必殺技が戦技の上位互換と言えるような内容となっています。攻撃力上昇の値はどちらも最大で 10% となっている一方で、必殺技ではさらに電磁増幅と自然増幅が付与されるので、電磁属性と自然属性はさらに強化されることに。逆に言えば電磁属性と自然属性以外のオペレーターは必殺技発動中でも戦技発動時と火力面で出力が変わることはありません。また回復性能に関しても基礎回復量が2倍、上昇値は 2.1 倍となっている上、過小間隔は半分の 1.5 秒なので、こちらに至っては通常時のおよそ 4.1 倍程度まで回復量が上昇することになります。ダメージ出力はそこまで高いものではありませんが、リーノ自身の攻撃は通常時の独自の感覚ではなく、過小と同時の発生になるので、通常時のおよそ 6.6 倍の攻撃が発生することになります。一方で持続時間は15秒と短め。
さすがにゾアンの必殺技を全てカバーすることはできませんが、奥義の必殺技2段階目までは十分にカバーすることができるので、持続時間は特段長いというわけではありませんが、短いわけでもないといったところでしょう。なお、注意点としてパフォーマンスモード中はリーノは連携技を発動することができないので、連携技で火力出力や回復量を上積みするといったことはできません。ただ、裏を返せばパフォーマンスモードは連携技で中断されることはないということでもあるので、連携技の連打による無駄打ちや必殺技の中断がないと考えれば良い仕様と言えるでしょう。リーノのモチーフ武器は自身がスキルで他のオペレーターを治療することで効果が発動。20秒間治療を受けたオペレーターの攻撃力が上昇し、上昇効果は最大で4回まで重複するというもの。リーノは全てのスキルで味方を回復することができる上、戦技は3秒に1回、必殺技は 1.5 秒に1回に加え、連携技でも回復するので4回の効果の重複は容易に可能。なのでリーノの戦技の発動さえ忘れなければ武器スキルの重複数を気にかける必要はありません。なお、回復は対象のオペレーターの HP が全開の状態でも発動するので、武器スキルの攻撃力上昇を受けるためにダメージを受けなければならないということはありません。スキルの適用条件はあくまでもリーノのスキルの適用範囲内にいるかどうかのみです。代替武器としては強薬武器である黄金時代がおすすめ。黄金時代のスキルのトリガーは連携技のみですが、発動1回で効果が最大となる上、持続時間も20秒と連携技のクールダウンを大きく上回る数値となっているので、効果が途切れる心配はまずありません。問題は黄金時代すらもなかった場合はどうするかという点。長い武器は選択肢が拳銃に次いで少ない上、プリズムナイトデビューと黄金時代以外の武器は火力か回復性能のどちらかを捨てる必要があります。となると、時点で適性がある武器は等価の使命となり、この装備であれば武器スキルは無駄にはなりますが、臨床と必殺チャージが強化されるので、チャージと回復面は大きく上昇することになります。なお、単純に回復性能だけを見るのであれば、プリズムナイトデビューよりも黄金時代や等価の使命の方が強力。等価の使命に至ってはプリズムナイトデビューのおよそ 1.5 倍程度の回復性能を持つので、厳しい HPS チェックのあるステージではもしかしたら使用することになるかもしれません。リーノの装備セットは主に3つ。石特化、必殺チャージ特化、治癒特化のいずれか。まずは石特化装備から。こちらの装備は生物補助をベースにルテン系防具でさらに意志を上げていく形。必殺チャージを気にする必要がない編成、特にゾアンを軸にしたスキルサイクルが高速な編成で採用することになります。弱点としては臨床を犠牲にした装備セットなので回復量はあまり高くありません。ただ現状だと高難易度でも連続で攻撃を受けなければ十分カバーはできるので、火力を盛りたい場合はこの装備セットを使用するといいでしょう。続いて高速チャージ型。こちらは電磁編成以外の比較的コンボサイクルがゆっくりとした編成を用いる際に使用。戦技1回で必殺技1回発動を目標としています。またリーノ自身がルテンセットによるバフも担当するので、他のオペレーターが火力寄りに装備を変更できる点も長所の一つ。なお、仮に必殺チャージがこの装備でも足りないと感じるのであれば、生物補助プレートをルテンロボットアームに変更することも可能です。強力な回復性能を求めるのであれば、生物補助セットで回復効率を大きく上げる形。こちらの装備セットを用いるのであれば、大量の回復要求が想定されるので、等価の使命と組み合わせるといいでしょう。まあ、現状ではここまでの回復が求められるステージは存在していませんが、リーノによって強く強化されるオペレーターは主に2人。電磁編成のメインアタッカー役であるゾアンと自然編成のメインアタッカー役である奥義で、今回はこの2人のオペレーターを中心にした編成を紹介していきます。まずはゾアンをアタッカーに奥義を意の状態で運用する編成から。この編成ではペリカが連携技の誘発役として機能し、ゾアンが火力及び中継点、奥義が中継点、リーノがバッファーとして機能することになります。リーノの戦技に関しては基本的に全ての編成において戦闘開始と同時に使用し、以降は一切触れることはありません。この編成ではペリカの連携技と戦技が起点となってゾアン、奥義、リーノの連携技が発動。リーノは必殺技ゲージのチャージを、奥義はペリカの戦技で付与された電磁付着を2に増やし、ゾアンの総来剣の生成を増やすことを目的としています。そのためこの編成では主に2つのコンボチャート、ペリカからのゾアンとリーノ、ペリカからの奥義を通してゾアン、リーノのチャートがあるという形。そのためリーノの難点である必殺チャージのためづらさを連携技の発動頻度でカバーしており、リーノの装備は必殺チャージ特化ではなく意志特化で運用することが可能。ルテンによるデバフは奥義が担当するので、リーノはバフに専念できるという編成です。
必殺技フェーズに関してはこれまでのゾアン編成と同じくひたすらゾアンの戦技と連携技を連打するのみ。必殺技も全て初動で発動させてしまって構いません。必殺技発動後は戦技連携技の各場面でゾアン以外のオペレーターの連携技が発動するので、そちらは適時発動させて SP は全てゾアンに集中させてしまいます。この編成の長所は必殺技終了後も総来剣が9本残った状態を維持できるため、2回目の必殺技フェーズも非常に早いタイミングで行えるということ。現在流れている映像では残り時間がおよそ8分17秒程度でゾアンの必殺技が終了し、7分40秒程度には再度全員の必殺技チャージが完了しているので、1サイクルがおよそ1分程度とかなり高速。ゾアンは一度回り始めると止まらないタイプのオペレーターではありますが、リーノの実装で SP の圧迫が減ったことによってより高速化したと言えるでしょう。通常フェーズでの回し方は上記の通り、ペリカとゾアンで奥義とリーノの連携技を呼び出す形なので、初動のリーノを除けば戦技を使用するオペレーターはゾアンとペリカのみ。ペリカの戦技と連携技を交互に使用してコンボの起点を作っていくことになります。なお注意点として、あまりにもペリカの戦技と連携技の間隔が短いとリーノの連携技が間に合わないので、この点は連携技の発動タイミングを遅らせたりなどして調整してください。奥義の枠はアークライトでも可能で、こちらの場合は操作がより忙しくなる代わりにコンボチャートが単一化し SP 周りが緩和されます。ただ奥義がいなくなったことによってルテン装備枠がいなくなってしまうので、リーノに必殺チャージを盛ることになるルテンセットを装備させるのも一考。ただ個人的には石特化装備のままでいいかなという印象です。操作に関しては先ほど紹介した奥義を編成したゾアン軸とほぼ同じというより、奥義を介するチャートがなくなり、そこかしこでアークライトの連携技が挟まるだけで、根本的な流れ自体はペリカの戦技と連携技でゾアンとリーノ、アークライトの連携技を誘発させるという点は変わりません。そもそもやっていること自体はこれまでのゾアン軸の電磁編成と全く変わりはなく、アレッシュの枠がリーノに変わっただけなので、これまでゾアンをメインにした編成を使用していたのであれば難なく切り替えることができるでしょう。続いて地の状態の奥義をメインアタッカーに据えた編成。タンタンは装備1でも使えないことはありませんが、装備2の方が連携技のクールダウンが短く取り回しがいいので、今回は連携技のクールダウンとスキル全体のダメージを上げる制覇セットをベースとして運用します。またリーノの連携技の発動サイクルもそこまで速くはないので、リーノは必殺チャージをメインにしたルテン装備を使用。代わりに財飛は知性を上げることに特化したキメラ装備を採用します。この編成でのトリガーとなるオペレーターは財飛で、財飛がタンタンと奥義の連携技を誘発させ、奥義が戦技でリーノの連携技を誘発させる流れ。そのため奥義は1回目の戦技をスキップして2回目の戦技から使用可能です。ただタンタンだけはやや特殊で、財飛の連携技だけでは淡水のチャージが遅すぎるので、連携技のクールダウンが終わり次第戦技で淡水の消費と生成を単独で行います。そのためコンボチャートの間にはタンタンの連携技のクールダウンを待つ場面があり、ここの時間を短縮するために制覇セットの方を採用したという形。総じてスキルのトリガー役は財飛ですが、コンボチャートのタイムキーパーはタンタンのような形となっており、全体的に先ほどのゾアン軸よりかはコンボチャートはゆっくりと進行していくことになります。一方で必殺技フェーズはやや忙しめ。初回に奥義の必殺技とタンタン、財飛の戦技を発動。タンタンは続けて連携技で淡水1を獲得。財飛の連携技の発動を目印に財飛とリーノの必殺技を使用します。必殺技使用後はタンタンと奥義の戦技が最大化するので両者の戦技を使用。その後タンタンの必殺技を使用してから奥義の必殺技2段階目を使用し、最後にジャンプ攻撃をするという流れ。理論上は初動付近でリーノの必殺技を使用しても間に合いはするのですが、重攻撃を挟む関係上敵の行動による運が発生するので、今回は途中からバフを入れる形を採用。この流れであれば敵の行動によってリーノの必殺技が切れるということはほぼありません。チャートの全体図はこんな感じ。通常時は1サイクル目と2サイクル目のコンボの変化はなく、タンタンと財飛を起点にして奥義を挟み、最後にリーノの連携技で締める流れを繰り返します。一方の必殺技は初動に奥義の必殺技とタンタン、財飛の戦技を使用した後は重攻撃を2回行った後に一気に畳みかける形。そのため必殺技と必殺技の間に戦技や連携技が挟まるのでやや複雑。難しいと感じたのであれば、財飛とリーノの必殺技を発動した後は奥義やタンタンの戦技をスキップして、タンタンの必殺技と奥義の必殺技2段階目の発動に専念してもいいでしょう。必殺チャージが溜まっている環境であれば、タンタンの枠をギルベルタに変更して1アタッカー3サポート編成に変更可能。財飛とリーノでバフを、ギルベルタでデバフをばらまいて奥義の超火力で殲滅することを想定した短期決戦型です。
流れ自体は極めてシンプル。リーノと財比の必殺技を使用した後に奥義とギルベルタの必殺技を使用。ギルベルタの必殺技で奥義の連携技が誘発されるので、連携技を使用した後に戦技を使用。その後、重攻撃を2回行って奥義の必殺技2段階目を使用し、続けて奥義の戦技、連携技、戦技を使用してコンボは終了となります。なお、必殺技フェーズ終了後も一応は継戦可能ですが、SP がカツカツなので個人的には微妙かなといったところです。リーノのスキル特化の目安は通常攻撃以外は全て特化3。特に戦技と必殺技は発動時間が非常に長く、リーノの性能の大半を占めるので特化は必須レベル。連携技に関しても特化することで発動間隔が8秒まで短縮されるため、電磁編成などのコンボサイクルが短い編成を用いるのであれば特化しておくことを強くお勧めします。リーノの潜在1は戦闘開始時にライブモードでない時に戦技を使用すると SP を25変換。さらにライブモードとパフォーマンスモード時の攻撃力上昇効果がプラス 6% されるという効果。潜在2は意志と回復効率の強化。潜在3は連携技のクールダウンが1秒短縮、ダメージ倍率と回復効率が 1.4 倍に上昇。潜在4は必殺技の発動に必要な必殺チャージが 15% 減少。潜在5は必殺技のダメージ倍率と増幅効果、戦技のダメージ倍率が 1.2 倍まで上昇するという効果。リーノの潜在強化のおすすめは1か5のどちらか。なので、潜在1に到達した後はまずはモチーフ武器を確保し、その後に潜在5まで強化するか考えるといいでしょう。以上でリーノの紹介及び解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。